にちは、池田真子です。はい。突然ですが皆さん、スマホの容量がすぐにいっぱいになったりしませんか？必死にデータを整理するのも大変だし、家族やペット、思い出の写真や動画ってなかなか消せなかったりもしますよね。そこで今回はそんな悩みを一気に解決できる一つの方法として、こちら。ユーグリーンのナスシンク DH2300 を紹介します。普段月額料金を払ってデータをクラウドに上げている方も多いと思うんですけど、それもすごく便利ではあるんですけど、一生払い続けるっていう風に考えるとなかなかな金額になったりしますよね。だからといってこまめにカードリーダーでデータを移すのも手間や時間がかかるし、少しでも費用を抑えたり手軽にデータを保存できる方法を探している方は多いんじゃないかなと思います。私自身もよく写真や動画を撮るので、まさにデータ管理で悩んでいるところでした。で、このユーグリーンのナスは発売してすぐ Amazon でベストセラーになるほど人気の商品で、これがあれば月額課金が必要なく手軽に大切な写真やデータを保存することができます。初心者でも簡単に使えたり、クーポンでお得に買えたりもするので、今データ管理で悩んでいるっていう方はぜひ参考にしてください。では改めて今回紹介するのはこちら。ユーグリーンナスシンク DH2300 です。これは日本のクラウドファンディングで10億円を達成して話題になった人気商品から、初心者でも手軽に使えるシリーズとして発売された新モデルです。なのでナスって聞いたことはあるけどよくわからないっていう方もシンプルに使えるものになっています。デザインもすごくスタイリッシュでおしゃれですよね。そもそもナスとは何かっていうのを簡単に言うと、ネットにつなげて使える自分専用のデータ保存スペースです。今まではスマホやパソコンから直接カードリーダーをつないで SD やハードディスクに保存する必要があったのが、こちらの NAS を使うといつでもルーターでデータを飛ばしてハードディスクに保存することができるようになります。他にもインターネット経由で外出先からいつでもデータを確認できたり、スマホやパソコンのバックアップもできます。で、データ容量はハードディスクを用意すれば最大 60TB と大容量です。さらに家族と共有してみんなのデータをこちらに保存したり、この保存したデータをスマホやパソコン、タブレットで再生することもできます。なので例えば4人家族でそれぞれ毎月課金をしてクラウドにデータを上げていたっていうのを NAS に変えることで4人分の月額費用を抑えることができるようになります。ちょっと最初はね、この NAS とクラウドの違いっていうのは難しいかなと思うんですけど、私は持ち家と賃貸みたいなイメージかなと今は思っています。例えばクラウドストレージっていうのは、雲みたいな感じで浮いているんですけど、どこかの会社がサーバーっていう保存スペースを作ってくれていて、でそこのスペースをちょっと借りるために月額費、言えば賃貸の家賃というものがかかります。で、こちらの NAS の場合は最初にこの NAS やハードディスク、ルーターなどを揃えて自分で保存スペースを作ります。なので初期費用はかかるんですけど、どこかに借りるための月額費、言えば賃貸の家賃っていうのが必要なくなります。なので持ち家みたいなイメージかなと思います。ちょっとこれはもう他にも分かりやすい例えがあればぜひコメントで教えてください。で、こちらの NAS を使うときはさっきも言ったようにデータを保存するためのハードディスクとネットにつなぐためのルーターが必要になります。今回の NAS の付属品はこちらです。で、ケーブルとドライバーも付属しているので、ハードディスクとルーターさえあればすぐに使えるようになっています。はい、ではここから使い方を説明していきます。まずは上部カバーを取り外します。そしたらこのトレイの端にあるバックルを押しながらドライブトレイを上に引き上げます。で、こちらにハードディスクをセットしていきます。で、この付属のネジとドライバーを使って両サイド3つずつ固定します。はい、こんな感じで2つのハードディスクをセットする場合は両方ともやってください。はい、ではセットできたので戻していきます。この下の部分がラバー素材になっているので、はめる時も静かだし傷つきにくいのがいいなと思います。これをカチッとなるまで差し込みます。はい、セットできたら上部カバーを戻します。ここはマグネットで止まるようになっています。はい、そしたら付属のアダプターや LAN ケーブルをつなぎます。はい、ではこちらの電源ボタンを押します。はい、これで準備完了です。セットアップはスマホから簡単にできます。
まずはスマホを本体の NFC にタッチします。で、こちらを開いて uGreen NAS アプリをダウンロードします。はい、ではアプリをダウンロードできたらそのまま進みます。で、新しいデバイスの登録ですね。で、これはこのまま登録するか、QR コードをスキャンしてもできます。こんな感じで本体のカバーの裏やこの2年保証のカードの裏にも QR があるので、そちらからスキャンするとつながります。では登録します。NAS に名前も付けれますね。で、このままアカウント設定をしていきます。アイコンもいろいろ選べますね。で、そのままパスワードも設定していきます。で、パスワードを設定したらメールアドレスの登録をしていきます。動き出しましたね。はい、ではアプリにログインできたので実際に使いながら紹介していきます。で、初めて使う時はもう順序通りに進んで設定していけるんですけど、私は一回ログインしてまたログアウトして初期化した状態なので、自分で選択しながら設定をしていきます。ではまずストレージマネージャーっていうところを押します。次のステップで、ここでハードディスクを何個使うかっていうのが選択できます。今回は2つ入れたので2つ使います。で、このストレージプールっていうのは1台の方にデータを保存することもできるし、もしどちらかが壊れても大丈夫なように2台同時にデータを入れるっていうこともできます。今回はどちらかのハードディスクが破損しても大丈夫なような設定をしていきます。これはお好みで選んでください。もし外付けのハードディスクも活用しながら使うという場合は、外付けのハードディスクも保存しながら今回の NAS のハードディスクに保存するっていうこともできるので、お好みで選んでみてください。で、完成する。はい、これで今設定したので NAS が動き出しました。で、今ハードディスクがこの NAS に対応できるように最適化してくれているところなので、ちょっとこれが完了するまで待ちます。はい、あれから正常っていう風に表示されたので、これで安心して使えます。ではまた右上の丸いボタンを押して戻ります。で、今度はこのコントロールパネルを押します。で、ファイルサービスに進むと、ここに SMB サービスっていうのがあるんですけど、これをオンにしておくとネット上でファイルやフォルダを共有できます。なので、これをオンにしておくと離れた家族に子供の写真を共有したりとか、お仕事で使ったりもできます。はい、また戻って今度アプリセンターを開きます。で、このアプリセンターっていうのはこのアプリ上の中で使うアプリみたいなものを選べるようになっています。この同期とバックアップとか写真は保存するので、これはオンのままで、シアターって何や、動画、全部オンにしておきましょう。ワンクリック取り付けを押します。で、今ダウンロードしたものをインストールしているんですけど、他にもいろいろ選べるので、ここはもうお好みで選択してください。ちょっとインストールされるの待ちます。はい、でホーム画面に戻るとこんな感じでさっきインストールしたアプリがこのマイページのところに表示されます。増えてきましたね。例えばこの同期とバックアップっていうのを押すと、ここでバックアップが取れるようになります。で、写真っていうところを押すと、個人ギャラリー始めましょう。で、フォルダの管理ができる。こんな感じで使っていくとアプリが教えてくれます。はい、これが個人フォルダですね。保存で、また右下のプラスボタンを押すと新しい共有フォルダとかも追加できます。例えばお仕事用とかだったらお仕事をつけて、でこれはじゃあネットワークで非表示にしたりとか、誰がアクセスできるかとかも選択できます。共有する場合は外して、はい、今フォルダを作ったんですけど、これで共有フォルダと個人フォルダっていうのが分けられています。で、このファイルのページの左上の設定ボタンからいろいろ設定ができるようになっています。例えばさっきの共有フォルダの管理をちょっと選択していくと、この右の3つの点々点っていうボタンを押すと、これで権限とかもね選択できます。で、今これ管理者が私だけになっているんですけど、ここにまた人を増やしたりとか、あとこの今読み書きとかも誰もができるようになるのか、読み取り専用なのかとか、いろいろこういう細かく選択ができます。
で例えばこのお仕事の共有フォルダにデータをアップロードするとしたら、このプラスボタンを押して写真やファイルのアップロードを押します。でフォルダを選んで送りたいデータを選択します。もう全てまとめて選択してもいいし、なんか必要なものだけあればタップしながらそのままアップロードします。でこれは同名ファイルが存在する場合はそのまま保存するのか上書きするかっていうのも選択できます。はい、今データを送ったんですけど、もう写真だと本当に一瞬で送れましたね。めちゃくちゃ早いです。で例えばここが今お仕事フォルダーの中の設計図の写真を送ったんですけど、これもまとめたいっていう時はまた新しいフォルダ作って細かくフォルダ分けすることもできます。先に作っちゃってから送ってもよかったですね。私は先に送っちゃったんで、これで選択して移動でお仕事の設計図っていうところに写真を移動します。これでさっきの設計図っていうところを押すと写真が出てきます。他にもなんか例えば、台本とかあってちょっとアップロードしますね。はい、今度また別の写真をアップロードしました。はい、これで今このお仕事のフォルダにそれぞれの写真をまとめることができたので、自分だけじゃなくって他の人も外からこのページにアクセスして共有することができます。でこの権限の設定のところで読み取り専用とか読み書き両方できるようにとかいろいろできるので、例えばこう間違ってなんか押しちゃったみたいなのも防げます。こんな感じで個々のフォルダも作ることができるし、共有のフォルダっていうのも作れるので、この同じ NAS のところにログインしたからって全てが見られるわけではないので安心して使えます。なので権限のところとかどこまで公開するかっていう範囲は設定できるようになっているので、それで選択してください。はい、今度は写真っていうところを押します。写真をアップロード。はい、また写真を選択して送ります。今度はちょっと410枚あるのでこれをまとめて送ってみます。ではアップロードします。はい、スキップで、来てるでももう400枚中118枚が共有されてますね。今1分半ぐらいです。今200枚ぐらいでちょうど3分ぐらいですね。一応時間もタイマーで測ってます。あと6枚。はい、ちょっとまさかの途中でカメラが切れちゃったんですけど、今だいたい400枚の写真を送るのに6分半ぐらいで全部送れました。これだけの枚数をカードリーダーとかで写すってなると結構時間がかかったりとか、あとはその間他の作業ができなかったりすると思うんですけど、これぐらいの短時間でデータを移動できるって思うと助かりますよね。でこの下にあるツールボックスっていうところを押すといろいろまた設定できるようになっています。この設定から上をスライドしてスマート設定を押します。そうするとこのスマートモデルっていう機能も追加することができます。で必要な機能をダウンロードします。はい、とりあえず上の3つをダウンロードしてみました。おーはい、今スマート AI の機能で人物を認識してもらったんですけど、さっきアップロードした写真の中の人の顔がそれぞれ出てきて名前をそれぞれ付けられるようになっています。で例えば私の顔を押してマーコってつけると、この私の顔が写ってる写真がいろいろ表示されます。今他の人の写真とかもチェックしたんですけど、結構引きで撮っている写真とかでも一人一人の顔をしっかり認識されていました。はい、他にも右上の検索マークのところのボタンを押すと、ここからワードを入力して探したい画像を見つけることもできます。画像の中に書かれている文字を認識するっていう感じですね。人物もマーコってやれば私出てきますね。場所って何や、フランスってやったらさっきのフランスのフォルダが出てきますね。はい、1回目にデータを保存した時はスマホの中のフォルダごと保存したので勝手にこのフォルダっていうのができてるんですけど、今は選んで何枚かの写真をアップロードしたので自分でアルバムを作っていきます。アルバムっていうところを押して作成、この中から通常のアルバムで選択できます。アルバムの作成、コーデとか、はい、こんな感じでアルバムが作れました。
そしたらこのまま共有したいってなったら共有ボタンを押して、はい、ここで有効期限が選べたりとかパスワードも選択できるし、あと写真のダウンロードを許可するっていうのをしておくと、離れた家族もこの写真を見て気に入ったのがあればそのまま保存するっていうこともできます。でこれの今すぐ共有っていうところを押すとそのままリンクをコピーをして共有することができます。で右下のツールボックスのところの共有管理から今共有しているフォルダっていうのを確認できます。でまた右上のボタンを押してホーム画面の下の方に行くと今のシステムの状態っていうのを確認できます。でここで問題なく使えているっていうのがチェックできます。でホーム画面からタスクマネージャーっていうところを押してもらうとしっかり動いてるかとかも確認できます。ハードディスク押すと動いてますね。今2つのハードディスク使ってるんですけど、どっちもしっかり動いているのが分かります。はい、こんな感じで結構ね使っていくと初心者でもすごい簡単に使えるような内容になっているので安心して使えると思います。結構設定が細かかったりとか複雑な内容だと少し難しく感じたりすることもあると思うんですけど、こちらはすごいシンプルな作りになっているので初めての方でも使っていくとすぐに分かりやすいと思います。はい、最後に実際に使ってみて特に良かった3つのポイントを紹介します。まずはいつでもどこでもデータを確認したり保存ができるっていうのが良かったです。今まではハードディスクや SD カードをカートリーダーにつないで保存する必要があったんですけど、 NAS を使えばネットでつながるおかげで何かとつなぐっていう必要がなく保存することができます。あとは外出先でも何かとつないだりとか持ち運ぶことなくいつでもスマホからデータを確認したり保存もできるので、今までは外出先でデータがいっぱいになって SD カードとかも持ってなかったら新しい写真撮れないっていう風に困ったかもしれないんですけど、でもこの NAS を使えばいつでも NAS の方に保存することもできるので気軽にスマホの容量を空けられます。はい、次はデータのアップロードが早いっていうのが良かったです。カードリーダーでデータを移そうとするとやっぱりどうしても時間がかかったりとか、しかもその間スマホを使えなかったりもしないですか？でも NAS を使えば本当にあっという間に送ることができるので時短になるのがいいなと思いました。あとはネットでつながっているのでデータを送っている間も他のスマホの操作もできたのでそれも良かったです。で3つ目が初心者でも使いやすいっていうのが良かったです。本当にセットアップからアプリの内容まで全部シンプルになっているのでデジタル機器に抵抗があるっていう方とかそもそも NAS って何っていう風な方でも操作しやすいっていうのが良かったです。私自身もそもそも NAS について詳しくなかったところから今回初めて YouGreen の NAS を使ってみたんですけど、これだったら私でも簡単に使えるなと思ってすごい安心しました。で今回紹介した YouGreen の NAS がどんな方におすすめかっていうのをまとめると、まずは初心者でも簡単に使える NAS が欲しい。で手軽にデータを保存してスマホの容量を空けたい。あと保存データをいつでも共有や確認できるようにしたい。あと月額課金から解放されたい。あとは大量のデータを保存したり家族と共有して使いたいという方におすすめです。で今回紹介した YouGreen の NAS シンク DH2300 は最大 60TB の容量になっています。60TB ってなかなかな容量なのに他よりもお求めやすい価格になっているので初めての方も取り入れやすいと思います。月額課金のクラウドサービスでもなかなか 60TB のクラウドストレージってなかったりしますよね。他に使い方としてこの NAS とクラウドの両方を併用するっていうのもありかなと思いました。で使用頻度の低いデータとか写真はこの NAS を使ってハードディスクの方に保存しておいて、でお仕事で使う内容のものとか、スマホのバックアップとかそういうものをクラウドと NAS を使って両方に保存しておくと安心だと思います。今まではクラウドの方に全部上げていたものをこのハードディスクの方に保存することで月額課金を減らすことができます。ぜひ皆さんの暮らしに合わせて取り入れてみてください。そして今回紹介した YouGreen NAS シンク DH2300 は Amazon と公式サイトで販売されています。20% オフで購入できるタイミングや 5% オフのクーポンを併用できることもあるので詳しくは概要欄の方からご覧ください。私自身も毎月の月額課金がどんどん増えていってたところだったので、もうこの NAS を知って本当に良かったなと思いました。今までデータ管理に悩んでいたっていう方はもうぜひお試しください。ということで最後までご視聴ありがとうございました。この動画がいいなと思った方はチャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いします。では池田真子でした。バイバイ。